皆様こんにちは。はい、横道とコメント欄に意味がある得体の知れない動画クリエイターみえちゃんです。はい、皆様エイトジャムとね、徹子の部屋ご覧になりましたよね。はい、今日はね、両方話すことは到底できませんのでね、そうね、徹子の部屋にしましょうかね。はい、その感想をまずシェアしたいと思います。昨日ちょっとね一日出かけてたのでね私見れなかったんですけれども、後からね TVer というサイトで夜見たんですがね、最後にね徹子さんが「あらもう終わりなの」みたいにね名残惜しそうに言ってましたけれどもね、本当にあっという間でしたね。風さんね、徹子さんにリクエストされるままに次々と演奏してくれましたね。ショパンの幻想即興曲ね、それから徹子の部屋のテーマ「死ぬのがいいわ」歌詞間違いながらもね楽しそうに歌ってましたね。桃江ちゃんのねいい日旅立ちも出ました。徹子さんがねルビーの指輪が好きってね思い出しますね、あの歌ね。背中丸めながら抜き取った指輪俺に返すつもりなら捨ててくれなんてね、俺なら絶対そうは言わないってね軽口ご意見番のね亭主が昔言ってたのを覚えてますけどね。はい、この間のタモリさんのね「M ステ」もそうですけどね、このタモリさんとね徹子さんね、なんかいわば日本のエンタメ業界のね大御所ねと言いますかね、この2人がなんだか昔の王様と女王様のような感じに見えて仕方ないんですよ私。なんか昔のヨーロッパのね村かなんかでね、噂の絶世の美男子の音楽師がいると。はい、絶えなる音のするね楽器をかき鳴らしながら天上の歌を歌う若者でね、王様も女王様もぜひ会いたがっていると。はい、それでね噂を聞きつけたね宮廷の人に呼ばれてね、そしてお目見えしましてね、苦しゅうない地高よれみたいなね感じでね、何か演奏してみるがよろしいみたいな感じで妄想ですけどね。はい、なんかね昔のねなんかそんなのを思い出しました。そして徹子さんにねこれまでのいきさつとかをねポツポツと風さん語ってましたけれども、中でも感動したのはふるさとの佐藤省庁で出た時の風さんがね号泣したというところなんですけれどもね、これ有名な話ですね。親が大好きだから離れたくなかったと。こんなことを言うね若者が今の日本にどれだけいるのか分かりませんが、たくさんいるかもしれません、いないかもしれません。はい、がとにかくね私は感動してしまいましたよ。親が大好きだとね素直に言える風さん。はい、おかんの刺繍入りの穴だらけのねタオルを大事にする風さんとダブって泣けます。母親がね好きなどと言うとね、そんなこと言うもんならね即マザコンというね扱いされる日本なんですけれどもね、私がね海外で見たのはもうお母さんと恋人同士のような若者がもう当たり前っていうね状況でした。なぜ日本だけがねそうなのか、やはりねテレ屋の国民性っていうこともあるんでしょうかね。そしてアジアでの兄弟姉妹感覚が広がったこととか、欧州ツアーでは、ね、パリが意外に盛り上がったことにびっくりしたと言ってました。それから風さんはね死ぬのがいいわの説明の時でしょうか。この死ぬって誰かが死ぬんじゃなくて僕の中にある最高の自分と離れないように、それを見失うなら死んだ方がマシっていう意味ですと言ってね、ためらいながらもハイヤーセルフと口にしましたね。すると徹子さんはなるほどね、あなたの中のあなた自身なのねってね優しく言ってくれました。それをね疑問にも思わず不快感も表さずにね、ただ淡々と風さんの言葉を受け止めていました。さすが徹子さんとね思いましたよ。これってねタモリさんの時の反応とねどうしても私比較しちゃうんですけれど、比べるのは良くないと分かりつつもね、その2人の違いは明白ですね。タモリさんはね分からないって言いましたね。それで終わり、つまり無視ってことですね。これは決してねタモリさんの悪口言ってんじゃないんです。タモリさんは何かから
その瞬間にね、自分とか風さんを守る体制に入ったのだと思います。それはね、もちろんテレビっていう媒体ね、スポンサーというものにもうどうしようもなく依存してて、全面的に従わなければならない、時にはね、真実さえも歪めて報道しなければならない、そのテレビシステムの中であのような発言となったのだと思いますよ。タモリさんともあろうものがね、ハイヤーセルフっていう言葉を知らないはずはないんですね。そしてね、面白かったのが風さんの食生活ですね。はい。石品のね、この私の食生活よりもさらに質素な風さんの日本での食生活。風さんは幼い頃ね、雑草も好きでしたからね、何を召し上がっても別に驚きはしませんが、納豆にキムチね、はい、そしてね、厚揚げでしょうかね、油揚げでしょうかね、トースターで焼いて食べる、はい、お魚ほとんど食べないと、マジで霞食ってるのってね、自分を棚に上げてね、突っ込みたくなりました。私のね、貧しいおかずの中からでもね、一品でもお裾分けがしたくなるような食生活をね、チラ見させていただきましたけれどもね、あれを見てね、納豆とキムチをね、買いに走ったのは決して私だけではないと思います。おそらくね、この世界的な大スターとなった天才とね、そのあまりにもね、質素な食生活のギャップに、徹子さんの母性本能がね、ヤクルト並みにね、活性化したのは間違いありません。この子にね、もっと栄養つけてあげなくちゃっていうね、考えが先行のようにね、相変わらず超芸術的なね、ヘアスタイルに包まれた徹子さんの優秀な脳をかすめたことでしょう。そしてね、お食事のお約束をしてね、番組終了となりましたね。はい。お二人がね、東京にはね、欧米にあるようなビーガンレストランあるんでしょうかね。それともね、超高級なお忍び専門の精進料理のお店にでもいらっしゃるんでしょうか。想像するだけで面白そうですね。そしてね、話は変わりますけれどもね、海外でもね、このところ風さんのへの注目がね、次第に少しずつですが高まってきてるんですよ。そしてね、先日ご紹介したスウェーデンの音楽誌のインタビューの他にも、イギリスのね、音楽雑誌 NME っていうところとね、それからミックスドフィーリングスというところのインタビュー、合計3つのインタビューがあったようですね。すべてネットで日本語で読めますので、これがそうなんですけどね、これイギリスのね、NME ですね。これおそらくね、ロンドン公演が終わって間もなくのインタビューだと思うんですけれども、このインタビューはね、この前の私の8月26日の動画でもうね、とてもたくさんのご視聴いただいたんですけれども、無時間のインタビューで語っていた風さんの本音ですね。それとほとんど被るんですよ。でそれをだいぶ省略した形でほとんど同じことを語っています。はい、グレース以来行き詰まってしまったところとかね、それからどうやってそこから脱出してこのプレーマという素晴らしいアルバムを作るに至ったかと、そういったことですね。ただね、英語圏の国のインタビューなのでね、風さんちょっとそのあたり気を使ってるのかね、アジアからインスパイアされたことにしてはね、したについてはね、あまり触れてないんで、ほとんどあまりというよりか、そのことについては触れてないようですね。そしてこのインタビューに付け加えることがあるとすればね、風さんはできればね、もう一枚英語のアルバムを作りたいって言ってるんですよ。はい、これ重要な発言ですよね。できればもう一枚英語のアルバムが作れたらいいなと思っていますと。9曲だけだとちょっと寂しいですからねと。はい、でも先のことは分かりません。はい、I hope God leads me somewhere. I leave it to him and do whatever he wants me to do と。神様が私をどこかへ導いてくれることを願っていますと。すべては神様に委ねて、神様が私に何をなさりたいか、私は何でもやりますと。はい、完璧にね、大いなる存在に任せている風さんの姿をここでも確認できました。それからもう一つはね、ミックスドフィーリングスというねところなんですけど、これはオンライン雑誌のようなものでしてね、風さんが自らねインスタに上げていたインタビューなんですね。はい、
そしてこれも日本語で読めますよ。今ちょっと英語が出ちゃってるけどもね、これ後でサイト貼っときますね。で記事のタイトル面白いんですよこれ。藤井風はこの惑星の人間ではないというものでね、かなりリラックスした風さんがね、結構フランクに自分の笑える悪癖なんかもね語っていて、思わずね笑ってしまうインタビューなんですけれどもね、その中でねちょっと面白い部分だけねご紹介しますね。人がねあなたに言うポジティブな特徴は何ですかと、はい、それに対してね風さんはハイになるのにねドラッグとかマリワナは必要ないと、はい、オレンジジュースかアップルジュースでずっとハイな状態が続くって言ってますね。はい、どこまでもね安上がりな人ですよ。そしてね一日にね自分がね持っていてなければよかったと思う自分のね破壊的な特徴は何ですかってねいう質問ではね、一日にね少なくとも9回は鼻をほじりたいって言ってるんですよ。これ想像できます？天使ライクなね要望の風さんがですよ、鼻ほじってるってさらにね、あなたの一番クレイジーなストレス解消は何ですかっていう質問ではね、多分おならかなストレスとネガティブな感情を一気に発散できるって風さん本当にどうしたんでしょう。でね、海外だとより無邪気にねナチュラルになってますよね。そしてね幼い頃の思い出としてね、滑り台の下に生えていたクローバーをよく食べていたと、少し酸っぱい味がしてそれが好きでしたと、はい、当時はねベジタリアンではありませんでしたがとにかくねとても自由な子供でしたと、はい、語ってますね。そしてね自分が好きなものとかね引きつけられたものなどをね紹介してますけどね、千と千尋の神隠しとかね、あとグエン・ステファーニのねクールという曲と MV が好きだと、はい、これ皆さんご存知ですね。それから個人的にも嬉しかったのがね、ジュリーロンドンね、ジャズとか R&B をよく聞きますと、そして私も大好きなジュリー・ロンドンの名前を挙げてくれたことですね。はい、とてもね本当に心を落ち着かせるジャズアーティストですと風さんも言ってますね。そして好きなアーティストはエイミー・ワインハウス。彼女の人生は本当に悲劇ですが私は彼女の音楽が大好きですと言ってます。そしてねこの記事でね気になったのは3枚目のアルバムプレーマの中のプレーマという曲はみんなに理解されていると、はい、感じていると言ってますね。ただね非常に過小評価されていることはという質問でね、精神世界を大事にすることが過小評価されていると言ってるんですね。日本ではスピリチュアルな人はあまり見かけませんと。でもね精神生活は私の人生においてねとても大切な部分ですと言ってるんですね。この辺りにね私は風さんが日頃からね自分が大事にしている精神生活について日本ではねいまいちね理解してもらわないことにちょっと嘆いている感じが分かったんですね。ここで大事なのはね、風さんが英語でスピリチュアルと言ってるのは精神世界ね、神の領域の世界っていうことで日本で俗に言われているスピリチュアルとかねスピとかいうものとはちょっと意味が違うということなんですね。先ほど言ったねタモリさんのような反応ね、分からないから分からないのか、それとも世間体が悪いからなのか、この辺りなんですけどね。それでなぜ日本がこんな風になってしまったのかということについて考えてみたんですけれども、日本人はね海外に比べて宗教的ではないなんて言われてますけれども、立派な仏教徒であってね神道も生活と密着していますね。みんなお寺で法要しますよね。お盆もお彼岸もやるしね、お正月は神に祈りますよ。ただあまりにね生活に溶け込んでいるので仏教徒とかっていうね自覚があまりないだけなんですね。そして世間を騒がせたオウム事件とかね、新興宗教の悪いイメージもあってねすっかりね宗教アレルギーになってしまったんですね。で私が言いたいのはね、風さんがシェアしたいのはいわゆる日本で言われているスピではないんですね。
日本ではねよく精神世界のことをスピリチュアルとか省略してスピとか言うんですね。でそれは風さんの、世界とは一線を画していると私は思っているし、その言葉はね風さんのイメージをとても誤解させることになると私は思います。それはね風さんが自らインタビューで語っているようにね、父はインド哲学に強い影響を受けていましたと、そういった精神性について全てを教えてくれました。そしてねプリーマは愛を意味し、私の人生を通してとても身近にあった言葉ですと。このインド哲学ね、そしてヒンズー教、そしてそこから派生したアドバイタ、これサンスクリット語なんですけれどもね、これは古いインドのね聖者の言葉とか聖典にあるんですけれども、これはね禅にも近いものですけれどもね、こういった要素があるのが風さんの精神世界なんですね。この今言ったアドバイタっていうのはね分かれていないっていうことでね、日本では非二元と訳されましてね、これは一つしかないっていう意味なんですね。風さんはよくみんな一つでしょとかね、全ては一つって歌ってますよね。あれですよ、いわゆるねいわゆるスピリチュアルとかねスピと日本で言われてる世界は、これはね半分オカルトなんですね。占いとかね引き寄せとか前世とかね、大体前世っていうのはね、自分の前世は偉い侍だったとかね、フランスの貴族だったとかほざいてるんですけどね決してね前世は小じでねアル中で飲み過ぎでドブにはまって死んだとかいう人はいないんですよ。もう字が丸出しですね。それから次元上昇とかね予言とかね、ちょっと怪しげな世界が混ざったような感じなんですね。でこういうのはね趣味でやるなら問題ないんですよ。私だってねオラクルカードとかタロット好きですよ。幻想にね勝手に自分で浸ってればいいんですからね。だけどねもうビジネスになっちゃってるんですね。そういういわゆるスピリチュアル教師っていうのを養成する会社すらあるんですよ。お金出せばいくらでも資格取れます。だからね今の日本でスピということ言うとね、あれねと得体の知れないインチキなものっていうねイメージになってしまったんですね。ですから私は風さんのためにもね、日本語ではスピとかスピリチュアルという言葉は極力使いません。風さんもねもちろん英語でスピリチュアルという言葉を使っていますけれども、それしかありませんからね。だから英語のスピリチュアルというのは精神世界っていう意味ですから、日本でのいわゆるスピリチュアルというのとねニュアンスがだいぶ違います。風さんの精神世界はあくまでもインドの聖典や まともなねヒンズー教から学んだものであってね、お父様から受け継いだもの、そしてそこに風さんが自らの修行で付け加えたものもあるかもしれません。どこかキリスト教的な、そして禅の要素みたいなものも見られます。決してね新興宗教とか巷にあるような怪しげなスピなどではないと、これまでもね私は繰り返し言ってきました。これからもね風さんの精神世界についてはね語っていきたいとは思いますけれども、とりあえずは風さんの精神世界の正しい出どころというのを理解するのはね、風さんそのものを深く理解するってことにつながると思います。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは天才藤井風、世界にも稀に見る宇宙人の申し子としか言いようのないユニークで愛に満ちた風さんの世界についてシェアしております。面白いと思われましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは最後まで皆様ありがとうございました。さようなら。